こんにちは皆さん、ゆずきゆかりです。鶴巻まきです。よく寝てきました。迷惑かけたし、目標が失敗した時の罰ゲームでも決めてみますか？これいいね。でも今特に思い浮かぶことはないけど。それは罰ゲームの内容を視聴者の方が決めることにしましょう。皆さん、コメントで意見を残してください。ところでこれ大丈夫？成功すれば関係ない話です。この動画には、このようなものを含めています。もし苦手な人は、マイリストに登録した後、ご近所におすすめしてください。前回の続きです。花園山の途中で終わっちゃったね。絶壁のジャンプタイミングが厳しいので注意してください。私の目の前にある絶壁は？ちょっと黙ってください。たまに洞窟の入り口でもウサギが出てきます。ここも注意してください。そのウサギはどうやって育てられるかな？光が当たらなければ暗いです。それが闇だから。見えない。当然明るくなる道具はあります。村で売ってるので、皆さんはそちらをご利用ください。花園山のボス、スライムです。こいつのパターンは2つです。遠距離なら骸骨が3つ飛んできて、近距離なら捕食しかしないです。捕食といっても特殊はしないので安心して殴りましょう。こいつバカだな。スライムだから脳はないと思いますよ。ここで次の武器を買うためにお金稼ぎします。他のプレイヤーは蛍光灯で次の村まで進むみたいけど。実は蛍光灯だけで進めたことがないので、安定的な方向を選びました。お金稼ぎが終わったら村に戻る前に、次のステージに行って宝箱をもらいましょう。ここの宝箱は一度入ると出られないので死んで帰還します。クエストを受けてミニツルハシと無駄に長い土を買っていきましょう。ゆかりん。はい。うますぎでなんか言いづらい。マキさんは見ているだけで十分です。ゆかりちゃんがそう言うならいいけど。無駄に長い土の注意することは棒の部分に当たり判定がありません。次のステージはタンク峡谷です。なんでそんな名前？マキさん、先のステージの名前覚えますか？花園山だったよね。それをカナ入力ですると英語の位置がこのステージも同じです。英語の位置をカナ入力とすると HCMQEU クソみたいな峡谷です。大胆すぎやん。タンク峡谷のボス、小鳥です。小鳥のパターンはスライムとほぼ同じです。遠距離で羽毛3つ、近距離で羽打つ。追加でパターン4回の突進攻撃があります。これは HP を上げなければ一発で死にますので気をつけてください。なんか前と違うプレイするね。安全な方法は羽毛を避けて4回叩くの繰り返しですが、これがもっと早いかなと思ってやってみました。ハイリスクハイリターンだよね。で、速くなった。正直よくわかりません。羽打つで押されるので攻撃タイミングが減ります。ガーリスシティに来て最初にするのは、ヒーローならよくする窃盗です。それ犯罪じゃん。見た人がいなければセーフです。家主が死んだ。死んだんじゃありません。疲れたみたいで寝かせたんです。いや、どう見ても。それよりマキさん、じゃんけんしようじゃんけん。いきなり？はーい、じゃんけんぽ。私の勝ちです。これ何でしたの？負けたマキさんはアイス買ってください。いや、それ私もないし。冗談ですよマキさん。ここからは説明づらいので丸暗記してください。そういえば一番早い移動手段を使ってないですね。このゲームにこんなのがある？自殺です。移動手段じゃないじゃん。まあ期間と言い換えましょう。じゃんけんをしないとここのおっさんがクエストをくれないのでやってきましょう。そのクエストもじゃんけんで勝つことだけど。造作湖水はあまり話することがないので配属します。造作湖水のボス、造作魚です。こいつのパターンは3つ、攻略法は全部同じです。左に行って右ジャンプで避けて叩く。これが全部です。泡を打つパターンは5回攻撃。捕食パターンは7回攻撃。赤目で突進パターンは9回攻撃。いつの間にボスはクリア。村に帰還します。これから一番楽しいイベントが始まります。それ何？蛍光灯をライトセーバーにアップグレードするのです。お、面白いぞ。装備を蛍光灯に変えて必要なものを買いに行きましょう。1回でクエストを抜けた後、最初の村に行きます。ここで女1人目、技術2つとイルミネーターを買って帰還します。ここでもう1人、移動技術チャージでじゃんけんしに行きます。道に女3人目、負けた場合はステージに行ってクリアするか死んだらまたできます。教会の中に女4人目、科学者の家に女5人目、食堂に8人まで、最後は宿屋の2階にいます。このクエストでお金をもらった後、残りの技術と強化をしに行きましょう。
ドッペルゲンガーの強化は必須ではありません。強化が終わったら右下にツルハシゲージが出てます。チャージ中あのゲージを消費してチャージ切りができます。なんか複雑だな。拡散すると慣れますよ。ゲージの詰め方はモンスターを叩くことです。ボスルームには造作魚が住んでいた穴だけが残っています。ここに入ると宇宙船があります。ここの宝箱はイルミネーターを持っていなければ見えないので注意してください。これも叩くんだね。宝箱を叩くのはもう同然ですよ。なんで？なんか早く行けるんじゃないかと思って。おとなしく行きましょう。レーザーに触れたら即死ですが、チャージ切りは無敵判定なので、それを利用して通ればいいです。ここはジャンプと同時にチャージを使ってスーパージャンプができます。タイミングを合わせて渡りましょう。次の部屋はドローンをちょっと誘引して過ぎれば簡単です。チャージ切りはさっきのようにしながらチャージで突っ込んでください。宇宙船のボス、バンバー王は蛍光灯を見せるとビビって降伏します。このバンバー王を助けるために宇宙船の部品を集めてあげましょう。しかし、この部品は本当に分かりにくいところにあります。一つ目は、黄金森の木の上にあります。この木の上にちゃんと上がってスーパージャンプをすればいけます。二つ目は、花園山の洞窟の入り口の上にあります。洞窟の前のゴブリンがジャンプする時に合わせて、引き脱出ジャンプでもう一度ジャンプして昇竜切りを2回すればいけます。三つ目は、峡谷の中盤にいます。ミニツルハシを使わずに昇竜切り2番で丘を登ると半透明に見えます。これはイルミネーターを使わないと得られないので注意してください。これをバンバー王に持っていくとライトセーバーにアップグレードされます。早期間。それではここまでにしましょうか。なんかあっという間に過ぎ去ったね。ところでライトセイバーは見せてくれないの？これは次回の楽しみで。今これは何？かけた方が勝つとお金をもらうとても健全な場所です。いや、これ完全にあれじゃん。セーブロードができるので初心者はここでお金稼ぎしてもいいです。ところで宇宙船で死んだことのせいで失敗することはないでしょ？さあ、どうかな？皆さんのコメントを待っています。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。